はい、ババンババンバンバアミバビバビバババンババンバンバアミバノノババンババンバンバアミバビバビバババンババンバンアミバノノ。はい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白黒のくーたくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。なんか今日はお腹が空いてるのか、それともね、最近あげてなかったやつをあげたからなのかわかんないけど、なんかやたらカリカリ食べるのよね。おかわり、おかわり、おかわりでさ。だから今日はシーバじゃなくても釣れそうっていうかさ、まあ遅刻してたんでね、今日もね。今日はこれ確実に遅刻だなって感じだったんだけどさ、ぐーちゃんが今日絶不調だったわけよね。で、段ボールをさ、平らにしてやってさ、で、そこに乗っかってたわけよね。で、抹茶がぐーちゃんのどうやらね、専属のヒーラーらしいんだよね。そうだったのかと思って、いつもぐーちゃんにくっついてるけどさ、なんて思って。で最近ぐーちゃんにくっついてなくて、抹茶私にくっついてたわけよね。ずっとここにいたんだけどさ。まあ、ぐーちゃんがね、具合悪い絶不調の時はちょっとさすがに無理なんだけど、少し落ち着くとね、抹茶がぐーちゃんの隣に寄り添ってるわけよ。で、段ボールのね、下敷きっていうの上にぐーちゃんと抹茶とさ、横になって乗っかってたんだけど、その間にゆりたんがね、入っちゃってさ、まあ、こんな暑いのに、こんな暑いのに、猫団子になってから、これは尊いと思って、ちょっとね、写真撮影大会になっちゃったんで、すいません、遅刻しました、みたいな、今日の遅刻の言い訳でございますよ。はい。というわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、
後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース。いなくなっちゃった。何やこな。たけしジャスティース。今日は氷をいっぱい入れた冷たい水でございます。はあ、ね、ゆりたん、こっち来れば、来ないね。はい。たまちゃんも定位置に戻ってしまったな。すっかり全員定位置に戻って、アリがいなくなったね。やっぱり食べるな、今日な。何気に、散らかって3粒残っておりますが。ゆりたんありますよ。今ならチャンスな。てんたまさん、今夜もジャスティー、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。カニタンさん、ジャスティース、かき氷かな、氷いちごかな、いいな。そうだよな、かき氷の季節だよな。やっぱり氷作っておけるようにして、またかき氷食べればいいか、そういえばな。すっかり忘れてたな、かき氷の機械買ったのな。去年はやたらかき氷にしてたけどな。すっかり忘れとった。ね。で、昨日はライブ休みにしといてよかったっていうかさ、いや、すごいな、夏休みの、バスツアー。すげえ渋滞が。ね、だから、と思ってさ、昨日撮った動画ね、だから、今まで撮った順番に編集してアップしてたけど、いや、これ先にアップしといた方がいいかなと思って、今日早速編集してね、できるだけ早めに、アップしようかなっていう感じで、今日はひたすら昨日撮った動画を、編集しておりましたっていう感じでございます。ヨッシーさん、ジャスティース、毎日暑いですね。暑いですね。ただ今日、ね、なんか曇りだったし、夜になったらなんか雨が急に土砂降りでさ、と思ってね、全然雨の予報なんかなかったのに、なんか急に土砂降りでちょっとびっくりしたって感じだったな。てんたまさん、お盆まで参加できない日もあるかと思いますが、よろしくです。はい、皆様コメントよろしくお願いします。てんたまさんいないとコメントないからね、もう話のネタが見当たらない、見当たらない。もう話が広がらない、広がらないって感じなんでな。ご協力よろしくお願いいたします。ヨッシーさん、昨日どちらへ行かれたのですか？そうね、あんまり、行き先よく、わからず、よくわからず、急遽申し込んだんだよね。なんか月末にメールの整理っていうのをしてたんだよね。で、なんだっけ、はとバスの夏の、バスツアーだったのかなのクーポンが出てたわけよ。だから先月ほら、誕生日だったから、誕生日クーポンが、いろいろ出てたとは思うんだけど、ただあんまりね、クーポンよりもさ、商品の値段が高いから、あんまりクーポン魅力的じゃないんだよなと思って、とりあえずなんか欲しいものが出てきた時には使えるかもしれないから、とりあえず保留みたいな感じで、取っといたわけよね。で、月末に、メール整理してた時にさ、その、はとバスのクーポンがあって、そういえばあったななんて思って、でもどうかなと思って、はとバスのクーポン500円だしさ、と思って、で、見たんだけど、最近だからさ、バスツアーさ、なんだろう、現地集合、現地解散とかさ、なんかバスツアーじゃないよね、それ。それバスツアーじゃなくねみたいなのとかさ、あとなんか食事ついてないとか、
結構そういう感じでさ、いろいろ頑張ってね、コスト削減してるなって感じなんだけどさ、バスに乗れないわ、で、お昼ついてないわ、食事ついてないわとかだとさ、なんかちょっとあんまりね、こんだけの料金払ってそれだと、あんまりなんかね、楽しいなっていう感じがしないなと思ってたんだけど、昨日申し込んだやつは、なんか最近1万円未満で行けるバスツアーが、ないわけよね。全部1万円以上しちゃうから、なんかバスツアーで1万円以上ってなんか、っていう感じじゃんか。それが昨日のやつは1万円未満で、500円のクーポン使えば、で、ご飯付きだったわけよ。ご飯付きで1万円未満で、ね、で、クーポン使えるから、これはいいんじゃないかと思って、急遽ね、だから、日程が昨日か、それかお盆以下みたいな感じで、お盆以下は毎日のようになんかね、やってるみたいなんだけど、これはもしかしたらこの辺は混んでそうだなと思ったんで、そこはちょっと嫌だなと思って。そうすると昨日しかなかったわけよ。だから昨日急遽ね、参加して、で、行ったらね、八重洲でした。だから最近やたら行ってた箱根とかさ、沼津とかよりもさらに先、だんだん遠くなるなみたいな感じね。だから自分の感覚的には順番だからだんだん遠くなるなって感じなんだけど、だから昨日撮った動画を先に上げちゃおうと思ってんでね、そうすると順番が、ね、順番じゃなくなってくるんだけどさ、もうどんどん遠くに行くなみたいな。でね、明治のお菓子の工場見学だったわけよね。で、それが東海工場とかって言ってて、そうか、東海にいるのか、私は今と思って。もう関東じゃねえんだと思ったらさ、遠くまで来たな。遠くまで来たもんだみたいな、そんな感じだったっけど、だからやっぱりね、遠くまで行くやつってそんなに工程ないわけよね。ね、バスツアーっていうと結構さ、いろんなところに立ち寄るからさ、そんな立ち寄んなくても別にいいんだけどっていうぐらい立ち寄ったりとかするんだけどさ。ね、だから2工程だけだったよね。お昼がなんか選べる10種の海鮮丼とかっていうやつで、だからそれいいじゃないか。だからそれが一番の目的ね。それいいじゃないかと思って申し込んだ理由ではあるんだけど、で、明治の工場見学は別にどうでもよかったんだけど、しょうがない。しょうがないみたいな感じで、海鮮丼食べれば、いいかと思って、それで参加したんだよね。んで、工程が2個だけで。で、その明治の、工場見学終わったら、あとは帰りますよっていうのでね、行き帰りで1回ずつ、トイレ休憩が途中であるんだけども、もうね、しょっぱなから、渋滞。いや、これ、ね、たどり着けるんですかね。往復できるんですか、この勢いでみたいな感じだったんで、朝からさ。もう新宿からね、新宿集合だったんだけど、もう新宿でバス乗った時点から、動かないけど、動いてないけど、みたいな感じだったんだよね。いつ着くんだみたいな感じだったんだけど、一応そのね、海鮮丼は、お昼時には着いたんで、すげえな、お昼時に着いたね、みたいな感じだったんだけどさ、いや、動かないからさ、いや、なんかお菓子持ってくるんだったな、しまったっていう感じで。で、やっぱりね、夏休みだし、その明治のお菓子のね、工場見学だったから、子供たちがいっぱいいるんでね。だからね、子供たちはやっぱりね、遠足気分っていうの、ピクニック気分っていうの、だからそもそもお菓子はいっぱい持ってってたみたいなんだけど、それ正解みたいな。なんかお菓子持ってっとかなきゃダメだったなっていう感じでさ、なんかね、食べ物がないっていうね、危機感みたいのがあったんで、で、足柄の、サービスエリアで、休憩したんだけど、で、はとバスだからね、クラブツーリズムと違って、トイレ休憩はさ、短いわけよね。だからそんなにゆっくりはしてらんないんだけどと思っ
で、もうね、目の前にあったせんべいっていうのかな、なんか、これでいいかもみたいな感じでせんべい掴んで買って、でね、これからお昼ご飯食べるっつうのに、なんかいつ着くかわかんないしみたいな感じで、そのせんべいをさ、食べ始めたわけよね。で、止まんなくなって止まんなくなっちゃってな。で、まあ、もうそろそろさすがにもうやめとこうみたいな、半分ぐらい食べて、もうやめとこうみたいな感じで、やめたところで、その海鮮丼の会場ついちゃって、あれ食べなきゃよかったみたいなね。なんで食べたんだ俺みたいな感じでね。全然お腹空いてませんけどっていう状態でね、海鮮丼に突入みたいな、状態でした。天玉さん、バスツアーお疲れ様でしたね。昨日は渋滞だったんでお疲れでしたな。お疲れでしたな。天玉さん、現地集合のバスツアー、そうそうそう、もう意味わかんないよね。もうほんと意味わかんない。そんなんいいからみたいな感じなんだよね。全然なんか申し込みたいツアーがさ、なくて今っていう感じだったのよ。てんたまさん、工場見学って撮影不可が多いんですよね。そうそうそうね。撮影不可なのよ。だから撮れ高ないしさ、みたいな感じだったわけよね。まあでも海鮮丼食べれるなら、まあいいか、みたいな感じで行ったらまあ渋滞を楽しみに行ったみたいな感じだったような昨日はな。ヨッシーさん、月曜日なのに渋滞とは、そうそうそう。ただまあ、考えてみれば5日だから、五十日といえば確かに五十日だけどね、みたいな。まあ、五十日っていうよりはやっぱり夏休みって感じがね、っていう感じだったけどね。渋滞とは、さすが夏休みです。そうそうそう。でもそれはお得なツアーでしたね。そうなのよ。そうなのよ。やっぱり食事回数と内容は重視しますね。そうそうそうね。だってさ、バスツアーはやっぱり食事ないとちょっと寂しいっていうかさ、もうあまりにも遠くに行くんで、ね、もうちょっと時間取れないからっていうのでさ、もうそういう何かしらのね、理由がもうわかる、すでにわかるよみたいな状態であればさ、まあ食事はね、まあいいかなって納得できるんだけどさ、なんか最近ほら、料金をね、一生懸命抑えるというか、コスト削減のために、なんかね、食事抜きにしてんじゃないのかなっていう感じなんでさ。いや、つまんないな。それにそれに1万円払うのはちょっとつまんないなみたいな。それこそなんだろう、フルーツ狩り、とかさ、なんかね、その行った先でなんか食べるみたいな、そういう工程があるんであれば、まあ、まだいいけどさ、みたいな感じなんだけど、なんかそうじゃなくてね、ただ滝をなんか見に行くっていうのがあって、まあ、それでもいいかなと思ったんだけど、食事がないのはさ、滝見るだけで食事ないのはつまんないつまんないななんていうのがね、あったんだよね。えーっと、ヨッシーさん、食べ放題でなくてよかったですね。そうだね。食べ放題だとほんと時間ないからさ、バスツアーの食べ放題ってほんと時間ないんで、1時間の中で食べ放題とか言われるとさ、取りに行ってる時間でね、時間使っちゃうからさ、ほぼ食べてる時間ないんで、もうほんと、バスツアーの食べ放題ってなんかあんまり時間取ってくれるならまあいいけどさって感じなんだけど、ね、その後、食べた後ね、なんかショッピングの時間も含むみたいな感じなんでさ、そうすると全然時間足んないよって感じになっちゃうからね。てんたまさん、海鮮丼は豪華でしたか？はい。豪華だったね。もうさ、せんべい食った俺、もうね、なんだろう、過去に戻って、そのせんべいの袋を取り上げたい。何してんのって頭はたきたいよみたいな、そんな感じでした。
カニタンさん、バスツアーの渋滞は私にとっては天敵です。あ、そうなの？足の血の巡りが悪くなってしまって、あ、確かにね、後が最悪。ああ、そうなんだ。そういうのあるんだね。人それぞれいろいろあるよな。ね。で、昨日はね、別に、まあまあ平気っていうか、はとバスの、バスなんで、はとバスのバスってやっぱりね、他のバスツアーとはさ、バスのクオリティが違うよねっていう感じで、快適に過ごせる環境だったんでね。だから、相席じゃなくて、だから急遽申し込んだからね、ちょっと席はあんまり期待できないなと思ってたわけよ。窓際じゃないかもしれないな、でも、しょうがないかなって思ったんだけど、いや、はとバスのサービスはすごいね。一人客ね、なんか私だけだったみたいなんだよ、またね。で、窓際の席で、相席じゃなくって、で、はとバスなんでね、広くっていうか、狭くないっていうの？他のバスツアーのバスが、狭いんでさ。びっくりするぐらい狭かったりとかすることあるんでさ。で、はとバスなんかびっくりするぐらい広い時はあんだよね。なんかね、草津に行った時の、バスだったかなが、広くてね、その時がコロナの真っ最中だったかな。だからね、参加者が十数人ぐらいしかいなかったんだよ。十数人ぐらいしかいなかったんで、全員相席じゃなくっていうのかな。なんか一人客が多かったのかな、その時。なので、コロナの時期なんで、スペース空けてみたいな感じで、なんか十数人しかいないのに、出発ね、それが、開催されるっていうツアーでさ、贅沢。贅沢ですよ、みたいな、バスに乗ったこともあるわけよね。そんな感じでさ、ね、一人だったから、窓際で相席じゃなく、ね、そこそこ広いっていうの快適に座りやすいさ、席なんでね。だから、それだったから良かったけどさ、いやだって、何時間だろう、行きは4時間だろう。で、帰りも4時間以上か。3時に、工場見学が終わって、で、帰路に着きますっていうので、で、帰ってきたのが、8時、半ぐらいだったっけな。違ったっけ？7時半、いや、7時は回ってたよな。8時、8時回ってたような、確か8時ぐらいだったかな。だから3、4、5、6、7、8、5時間か。だから行き4時間、帰り9時間、その往復のためだけにバスに詰まってたみたいな感じなんでさ。ね、いや、快適なバスでなかったら、ちょっとこれはきついよね、みたいな。なかなかな経験だったんで、これは先にちょっとね、編集しちゃって、夏休み中にね、バスツアーね、検討してる人の参考になるかもしれないからと思って、先にちょっとね、編集しといた方がいいかなと思って、昨日の動画を必死こいて編集してる感じでございますよ。てんたまさん、滝だけ見て帰るって、虚無すぎ、そうそうそう。なんかね、三大滝を巡るみたいなやつがあって、で、夏だし暑いしね、ただそれって晴れた日限定だよねって感じ。もしこれで雨降ったらもう最悪じゃん。ほんと楽しみ何もないよね、みたいなさ、そんなツアーがあったわけよね。ただ暑いんで、日々暑いんでさ、なんか検討するとき、滝ね、気持ちよさそうだよね、いいよね、と思って、3つ巡るんか、と。それだけ食事ないのみたいな感じだったんで、っていう感じのがね、あったんだよね。てんたまさん、バスでは、靴も靴下も脱ぎ捨てたいですよね。そうそうそう。
ほんとね、そうなのよ。靴下も脱ぎたくなるよね。靴は脱ぎ捨ててっけど、私さ、靴下も脱ぎ捨てたくなるよな。だからサンダルかなんかほんとは持ってきゃいいんだろうけど、もうそうすると荷物多すぎだしなみたいな。サンダルというかスリッパか？ね、アパホテルでもらってきたスリッパをな、リュックに入れとけばいいのかもしんないけどな。カニタンさん、はとバスの広めの席なら良いですね。そうそうそう。そんなにね、すごい広いっていうわけではないけど、他のバスがさ、もうほんと HIS だったかな。HIS とかだともう確実にバスの席狭いしね、みたいな。それでもほら、コロナの時にさ、利用してることが多かったんで、そうすると相席にならないことが結構あったんでね。そうするとね、快適なんだけど、もう相席とかなっちゃうと、狭いんでさ。ちょっとっていう感じ。でも、今までそういう、夏休みに利用してなかったから、全然そういう、渋滞にはまることってほぼなくて、で、渋滞にはまりそうでギリギリセーフだった、危なかったね、みたいの。ちょうどよかったよ、よかったね、みたいなことが、よくあったんでさ。もうがっつり昨日みたいに渋滞にはまるっていう経験をしたことがなかったんでな。こりゃバスな、ちゃんと、考えて予約した方が良さそうよねっていう知恵がね、おかげで昨日つきましたよっていう感じよ。てんたまさん、はとバス乗ってみたいですね。あ、確かにね、はとバスって東京から出てるバスだけなのかな？わかんないけど、ね、他のツアーだといろいろ大阪から出てるとか、ほら、福岡から出てるとか、あるっぽいけど、はとバスは東京からなのかな？ヨッシーさん、滝もつまらないがお寺見るのはさらにそうそう、お寺もある。お寺も3社か巡るんだけど、お昼なしなんだよね、やっぱりさ。いや、お昼ないのか。で、前はお昼なくて、寺だけだったら、安かったりするんで、ね、安いならいいかと思ったけど、最近もうほんとさ、1万円以下で行けるバスツアーが、ほぼないんでね、1万以上払って食事ないのかみたいな。今日も相変わらずな文句炸裂でございますが、私の日常はそんな感じよっていうね、感じでございますよ。ねえ、虚無だよな。私もさ、だから御朱印とか集めてないから、御朱印集めてる人だったらいいんだと思うんだよ。だからこの前の箱根神社もね、御朱印集めてる人はで、神社もさ、ギリギリセーフな感じなのよね。神社5時までらしいんだけど、4時45分とかに到着して、で、土砂降りじゃん。土砂降りだしさ、みたいな。で、そのね、御朱印もらうところまで行くのに、どんくらいかかるのみたいな感じで、ほんと行けんのって私からするとさ、思うんだけど、ただもらう人とか、あと添乗員さんとかはさ、もう全然余裕みたいな感じだからさ、そうなの？そんなレベルなの？みたいな感じでさ、びっくりするんだけどさ。ね、御朱印集めてる人だったら神社巡りは楽しいとは思うんだけど、御朱印もさ、ほんとさ、スタンプラリーみたいにさ、ポンって押してくれるんだったらさ、それ集めてみようかなと思うんだけどさ、その御朱印もらうのにいくらだっけ？1000円だったっけ？神社によって料金違うのかもしんないけど、1000円ぐらいするよな。いや、1000円払うの1000円払うのと思って。ねえ、で、3つなら3社巡って、3社とも御朱印もらって、ねえ、バスツアーの料金の他に、3000円かかんのとかさ。
私だとな、なんか思っちまうわけよね。ね、でもまあ集めてる人はそれ楽しみなんだから、全然余裕なんだろうけど、そんなのさ。なんかへえっていう感じよな。てーたはさ、ヨッシーさん、自分、寺は、それほどでもないですけど、竹は大好きで、そうそう、だから自然はいいけどさ、まあ神社もね、自然豊かなところにあるんで、まあね、いいっちゃいいんだけど、ね、なんか寺よりは私も、滝の方がだったらいいかな。寺だったら滝の方がいいかなみたいなね、感じだよな。てんたまさん、滝を見ながらビール。ああ、そうだね。お酒飲める人は、そうそう、お酒飲むっていう楽しみあるもんね。そのご当地ビールっていうの。昨日もさ、その八重洲に行ったら、なんかいろんな種類のお酒があるみたいで、なんか、なんとかエールって何なんだろうなと思ったんだけど、まあそういうビールとかお酒のことをどうやら言ってるっぽいなみたいな、なんか種類がいっぱいあったんで、なんか飲む人からしたらやっぱりね、そういう楽しみがあるだろうからな。それもいいと思うよな。てんたまさん、滝を見ながらカップヌードル、あ、そう、子供の時に父親に連れられて、華厳の滝とか、なんかね、なんかしらの滝かな、かなんか多分連れてかれて、で、子供なんで、お腹空いたみたいな感じで。で、その時にカップヌードル買ってもらったのかな。で、お湯をお店で入れて、で、その時カップヌードルって食べ慣れないんで、どうやって食べるのかよくわかんないんで、お湯を入れてから3分待つっていうのを知らなくて、で、すぐ食べられると思って、でね、なんか頑張って食べた。頑張って食べてたよなっていう、なんか記憶がある。ヨッシーさん、てんたまさん、私はフルーツ食べ放題とか、詰め放題とか、ビュッフェとか、景色が良いとかがいいです。そうそうそう。ね。バスツアーの楽しみはそういうのだよな。そういうのなのにさ、だからお昼ご飯ないと、な、景色しかないじゃん、みたいな感じよな。まあ、景色でもいいんだけどね、普段の生活がな、うん、なんだ、そんな景色なんか全然楽しめない、自然が全然ないようなところに住んでるからさ、それだけでもいいんだけどね。ヨッシーさん、ハイキングは良いです。ああね、ヨッシーさんはハイキング好きだもんね。私、ハイキングもさ、歩かねえし、みたいな感じ。だから最近安いツアーだと、そのウォーキング、富士山の裾野ウォークとかいうのがあって、あれ時期だからか、今、あれか、富士山登れる時期って短いんだっけ？夏の時期だけみたいなんだよな。あ、確かに言われてみればそうかって、その昨日さ、はとバスなんで、バスガイドさんがいるわけよ。他のバスツアーだとバスガイドさんっていうのはいないわけ。添乗員さんはいるんだけど、で、この前のよく喋る添乗員さんみたいに、自分の知識が豊富でね、なんか喋り倒す添乗員さんもたまにいるんだけど、たまにいるんだけど、まあガイドさんっていうわけではないんだよね。でね、はとバスは必ずバスガイドさんがいるんで、バスガイドさんがね、いろいろね、喋ってくれるわけよね。で、知らないことばっかりなんで、私世の中のことほんと何も知らないんでさ、へえ、そうなんだっていうことさ、いろいろ教えてくれるんで、よかった。ほんとね、お得でしたね、昨日のはね。なんだ、渋滞を抜けばな。そうそうそう。でね、ハイキングな、その安いツアーを探すとさ、その富士山の、裾野ウォークっていうのがあって、それは安いんだけど、ね、バスいらないじゃん。バスいらなくねみたいなね。ただ歩くんでしょだって、みたいなさ。ええ
歩かねえしってね、なってね、そうするともうね、選択肢がないみたいな感じなの、今ね。てたまさん、フルーツ詰め放題は楽しそうですね。フルーツ詰め放題ってあんまり、詰め放題がね、あんまりないんだよね。詰め放題って言ったら信玄餅か、あとはそのね、なんだ、お昼食べる会場で、なんか野菜詰め放題っていうのがあって、まあそれぐらいかなっていう感じで、フルーツ詰め放題っていうのは、なんか経験ないな。カニタンさん、だからメタボになるのだ。はい、すいません。確かにそうでございます。カニタンさん、エールはビールの製法による、分類です。そうなのね。なんかほら、ビールの缶に入れられてるのに、なんとかエール、なんとかエールって書かれてたから、なんか、ビールのなんか種類なのかなっていうのをなんとなく昨日ね、理解した感じだったな。製法なんだね。てんたまさん、カニタンさん、さすが詳しいですね。お酒に詳しいっていうことなのかな。そう、メタボだからさ、ずっとね、バスに乗って移動はな。で、その間ずっとせんべい食べてるでしょ。で、昨日は明治のお菓子工場行ってお菓子をね、お土産にもらっただろうみたいなね。だから前はね、ショップがあったらしいんだけど、なんかコロナになってから、そのショップがなんか自粛なのかな、なんかできなくなって、で、そのお土産だけみたいな感じになったらしいんだよね。で、お土産もらうじゃんみたいな。で、子供たちはやったーって言ってさ、いや、子供たちよくそんな食べれるよねっていう感じ。バスさ、降りるとき、私、後ろの方の席だったわけよ。後ろの方の席で、子供たちがさ、前の方の席にワンサがいたわけ。ワンサがいて。だから最初、なんか、小学生の遠足に乗っかっていく、なんか担任の先生的な感じだなみたいなね、状態だったんだよね。で、なんか「お腹空いた」とか言って、なんか「お菓子ちょうだい」とか言ってさ、行きのバスでもな、じゃあお菓子食ってんだ、いいなと思って、私もさ、なんか食べてないしさ、ね、途中でなんかあるだろうと思いきや、なかなかな、そのサービスエリアつかないしな、なんもねえし、お腹空いたしな、みたいな感じだったんだよね。で、サービスエリア着いたらサービスエリアでなんか買うじゃんか。んでね、その、海鮮丼のお店でも、お魚センターつってさ、そのショッピングできるところなわけよね、お魚のね。で、なんかカワハギがなんか買ってもらってたっぽいね。なんかそのカワハギのね、一袋食べた残骸とかがさ、あって、ボリューミーな海鮮丼を食べた後にこんだけ食ったんかいみたいなな。で、その後さ、お菓子工場でお菓子もらって、それもさ、食べてたじゃんか。すっげえな。子供すげえなと思って。まあ確かにこの渋滞子供ね、よく耐えたなって思うよな。だからよくそれでね、耐え忍んだなっていうのでさ、なんか泣き叫ぶでもなんでもなくね、なんかご機嫌にさ、終始いたんで、いやー、すごい偉いなとは思ったけどさ、いや、よくよく食べるなって、もうすごかった。子供部屋っていう感じだったね。いや、ここまでよく散らかせるよねっていうぐらいのね、なんかすごい感じだったけど、しまいには片付いてたところが、まあ、すげえ。これ片付けられるんだ、すげえと思ったね。えーっと、カニタンさん、ご当地ビールはエール一択で飲んでます。そうなんだね。
そう、なんかね、いろんな種類はね、なんかエール、エール、エールって書いてあったからね、なんかそのご当地ビールのことをエールっていうのかななんていうふうにちょっと思ってたんだよ。てんたまさん、そういえばバスツアーって修学旅行でしか経験してない。修学旅行ってバスツアーっていうのかな？修学旅行ってバスツアーっていうの？カイタンさん、メタボイコールヨッシーへのツッコミです。あ、そうなの？だってヨッシーさんはあれじゃなかったっけ？ウォーキングじゃなくてハイキングか。ハイキングが好きだって言ってたからさ、ね、ヨッシーさんへのツッコミだとはちょっと、思わなくて。私がせんべい食って、海鮮丼食って、みたいなね、お菓子もらって、みたいなね、話だったからさ。よしさん、バスツアー経験が一度だけとは、でも移動中は座っておくだけで退屈でそう。だからそれこそさ、お菓子食べれないとさ、だからバスツアーってバスの中でお菓子食べるのが楽しみなのにさ、コロナの時期って、飲食禁止というか、まあ、飲むのは禁止にはできないんで、飲むのはいいけど、みたいな感じだったけどさ、ね、マスクして喋るなでね、食べるの禁止だったんで、まあ、つまんなかったよね。つまんなくて。でね、お菓子解禁され、バスの中で食べるのが解禁されましたっていうのを聞いて、よっしゃーと思って。よっしゃーと思って、これは食べるしかねえと思って、買って食べたら、まあ楽しい。楽しいね、これ、みたいなね。バスツアーね、楽しいね、みたいなね、感じだったんでね。いや、よくあれ耐えたな、私と思ってさ。だからコロナの頃な、なんだっけ、安かったからさ、やったら参加したわけよね。やったら参加したけどさ、その飲食禁止だったんでさ、あれ今考えると、いや、よく行ったな。よく耐えたなって思うよ。まあね、渋滞にはほぼはまったことがなかったんで、まあ耐えられたと思うんだけどさ、いや、昨日みたいな渋滞ね、食べれないとかだったらもう、無理無理みたいな。ただ周りの人のなんか喋ってるのを聞いたら、なんか隠れてこそっと食べてたらしいんで、いや、よくあん中でね、隠れてこそっと食べれたなと思ってさ、なんか周りのマスク警察の集団の中でさ、いや、隠れてこそっとなんか食べれないよと思って。まあね、友達同士で来ててさ、まあ隣同士で、まあちょっと食べちゃうかみたいな感じでこそっとだったら、まあ食べれるかもしんないけどさ、自分なんかほら一人でさ、で、相席とかだとさ、知らない人隣にいるのにさ、なんかこそっとなんか食べれない。食べれないよねと思って。いや、お腹空いたな、なんか食べたいなって思うことあっても食べれないから、もうそれこそ本当なんだっけ、休憩場所でね、サービスエリア降りた時に、もう食べるぐらいしかさ、もう急いで食べるぐらいしかさ、もう食べれるね、方法がなかったんでさ、おー、猫たちびっくり、すごい雷が鳴っておりますね。今年は本当なんだ、雨少ないとか言う人もいるけど、私の感覚では、すげえ今年は雨多い気がするんだよね。まあ、要は、龍さんがすげえ浄化してくれてるんだろうなと思うんだけど、まあ、だから大きい地震にはならずね、今まで住んでるんだと思うんだけどさ、だからまあ、しょうがないかと思ってるけど、しょうがないかとは思ってるけどさ、ねえ、なんか今年はすげえ雨多いし、雷多いなっていうふうに思ってんだけどね。えーと、移動中座っておくだけでそうそうそう。だから子供たちはよくね、いろんな遊びをさ、クイズやってみたりとかしてさ、時間潰してたよね。すげえなと思って。ヨッシーさん、カニタンさん、了解です。お腹へっこませます。おー、なんかね、素直で可愛らしいね。てんたまさん、ヨッシーさんのメタボ、解消への戦いの幕が切って落とされたのである。
そうだな。テータはさ、まあ、自分もダイエット中ではあるので、そうだったね。ヨッシーさん、バスの渋滞ではトイレが心配です。あ、そうそうそう、そうなのよ。トイレ付きなら安心だが、普通ついてないから、そうね、夜行バスだったらついてるけど、バスツアーのバスにはついてないもんね。そうなんで、一回ね、行きは、足柄サービスエリアに寄りますよと。で、その後海鮮丼食べますよと。で、その後ね、工場見学はすぐだからで、まあそこで済ましといてくださいよ、みたいなね、感じで。で、帰りは海老名サービスエリアに行きますよって話だったんだけど、急にね、子供がね、あと10分我慢できるって言い出したわけ。あと10分我慢できるって突然言い出して、うんと思って。で、お母さんらしき人が、何トイレとかって言って、で、言った瞬間、なんかそこがちょうど足柄のサービスエリアだったみたいで、もうすぐサービスエリア入ったんだよね。すっげえなと思って。すぐ入ったんだよ。で、ガイドさんもさ、だから運転手と別に話して示し合わせたわけではないと思うんだよ。もうほんとすぐだったからさ。なのになんかまあお声が上がりましたので、じゃあね、足柄のサービスエリアで、小休憩を取りますとか言って、いや、すげえ連携だな。さすがバスツアーのプロだぜ、みたいな感じで、おーってちょっと感動がそこであったけど。で、まあ私も別にそこでね、そんなね、したいなっていうほどではなかったけど、たださ、次、ね、何時間かかるかわかんないみたいな感じになってたんで、じゃあまあそこで入っといた方がいいよねと思って入って。で、その後1時間ぐらいでね、海老名サービスエリアに着いたのかな。まあ予定通りね、海老名のサービスエリアには行こうと思います。その東京に行ってからがね、大渋滞らしいので、東京に行ってからが何時に帰れるかわからない状態なので、なんか海老名のサービスエリアには寄りますみたいな感じで、まあ1時間ぐらいだったんでね、なんか1時間じゃ全然あれだけど、でもまあ、こっから何時間かかるかわかんないでしょと思ったらさ、じゃあもう行くかみたいな感じでまた行ってみたいな、そんな状態だったよね。そう、トイレがね、ちょっと心配な感じだったよね、昨日はね。えーっついてないから。てんたまさん、トイレついてないとビール飲めないのでダメです。ああ、なるほど。確かに。そうね、ビールやめといた方がいいね。てんたまさん、チョコの小枝とかこっそり食べれそう。あ、そうだね。形をね、そうだな。ね、なん考えとけば食べれたかもしんないな。てんたまさん、今の雷ですか？そうそうそう、雷の音だった。すごかったね。にゃんこみんな、びっくりして、ね、起きたよって感じだったな。ガニタンさん、こっちは雷鳴ってないみたい。ああ、そうなんだね。雷ほんと、今年はね、でっかい雷が夜ね、やっぱり今みたいにさ、夜中、ね、雨降り始めて。大概だって前はさ、雷って言ったらさ、夕方に急にさ、雨がザーって降って、で、そのあたりの時間帯ね、1、2時間ゴロゴロ言うかなって、夏場はさ、だったのにさ、この夜ね、寝る時間に雷って今までないもんね。なんかちょっとね、普段とは違うなって感じがするよ。よしーさん、あと10分。小なら良いが、そうだね。そうそうそう。だから今までの私の電車に乗ってね、急にお腹が痛くなって、やばいとかいう状態にならなくて、もうほんと良かったよと思って。もうそれだったらもう確実に漏らして
もうほんとね、なんだろう、損害賠償でいくらかかっちゃうんだろうみたいなことになってそうだったから。ほんとね、昨日は健康で、ね、何事もなく、とにかく渋滞は大変だったけど、もうそれだけでね、良かったよ。それだけでね、ほんと良かったよっていう感じだったな。てんたまさん、運転手ナイス、そうそうそう。なんかね、運転手さん全然愛想ない感じで、海外バスツアーのバスの運転手さんってさ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいなんて一人一人にさ、声かけてくれたりとかしてさ、運転するだけじゃなくて、そうやってさ、接客まですごいなって思うことが多かったんだけど、昨日はね、はとバスなのにさ、だからガイドさんがね、素晴らしいサービスをしてくれてるおかげなのか知らんけどさ、もうね、運転手さん全然そっけない感じだった。全然そっけない感じのね、運転手さんだったけど、いや、すげえな、その判断がと思って。で、やっぱりね、そのサービスエリアがさ、満車だったんだよね。満車でさ、で、ね、もうバス止まるところに、なんだっけ、トラックがみんな止めちゃってて、なんかさ、トラックが全部止めてやがるみたいな。そんな感じだったら舌打ちしてさ、もうトラック全部止めてやがるみたいので、で、どうすんだろうとどうすんだろうとかって思ったら、なんかね、もう本当サービスエリアの前にさ、なんだろう、優先、なんだろう、障害者用の車が止まるとかさ、なんかそういうところが空いてるじゃんか。そこがちょうどバスが1台止まれるような広さなんで、そこにしょうがないみたいな感じで止めて、もうそこに止めるしかないみたいな感じで止めて、ああ、そうなんだ。だからとっさのね、判断がね、重要な場面が昨日いろいろとあったんで、おお、プロだな。プロだぜなんてね、感じだったんだよね。てんたまさん、今年の大田区の花火大会がゲリラ豪雨に見舞われないことを祈ります。確かにね、毎年そうなんだよね。毎年雲行きが怪しくて、いや、これここで振られたらちょっとみたいなね。そういうスリルをね、大概味わうんだよね、あれね。ね、だから本当そうよね、祈ってください。てんたまさん、運転手はそっけなくていいけど、そうそうそう。ガイドさんがそっけなかったら困ります。そうだね。それはさすがにない。ガイドっていうからには、さすがにそれはないよね。だから添乗員さんがそっけないのはガイドさんじゃないから、それはしょうがないかなとは思えるけど、ただそれでもね、添乗員さんでそっけない人はいないよね。添乗員さんもやっぱりね、それなりにサービスっていうのかな、ちゃんとしてるっていうか、一生懸命やってくれてるなっていう感じなんでね。だから運転手は別にね、そけなくてもっていう感じなんだけどさ。ね、いや、運転がプロだぜと。で、ほら、そのね、帰りなんか渋滞でさ、5時間とか、それだけじゃないよね。今までの工程、朝からの工程もあるわけだからさ。ね、それでよくね、安全運転でね、ここまでありがとうございますっていつも思うよ。いつもほんと思うよ。で、自分はそれでね、もうあと電車乗るだけだけどさ、その後またバス乗ってさ、ね、なんだい、しまいに行くわけだろ。まださ、ね、運転そこで終わりじゃないわけだからさ、いや、もうほんとね、ありがとうございますってね、いろいろ気づかされるよね。書いてたらさ、雷、鳴り出しましたね。雷はね、ソマチッドが、活発になるんでね、気をつけて気をつけてな。
元気で雷ね、鳴ってくれる分には、ね、地球の健康のためにはいいのでね、ありがとよって感じよな。てんたまさん、バスの運転手減ってますしね、そりゃそうだろうね、そう。そんな中でね、もうほんとね、そんなプロ級のさ、サービスしてくれるのがほんとね、ありがたいよっていう感じでございますよ、ちゅうわけで。ヨッシーさん、結局バスツアーはどこに行かれたのですか？焼津。焼津だと思います。焼津、静岡県かな。富士山よりももっと遠くに行きましたよって感じかな。というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。3時に起きて移動手段がないんだけど、車があるのか。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。